シンデレラ。昔、お母さんに死に別れた女の子がいました。それは美しく気立ての良い娘でした。毎日かまどの前に座り、灰まみれになって働いていたので、灰だらけのシンデレラと呼ばれていました。やがて新しいお母さんが娘を一人連れてお嫁に来ました。醜くて意地悪で怠け者の娘でした。ママ母は美しいシンデレラを憎むようになりました。毎朝シンデレラは牧場へ羊の番に行かなくてはなりません。ほら、今日の仕事だよ。羊の番をしながら糸を7巻き紡いで焚き木の束をこさえておいで。働き者のシンデレラはいつも夕方になると7つの糸巻きに紡いだ糸を前掛けに入れ、焚き木の束を背負って帰りました。ある日、シンデレラはツムを落としてしまいました。くる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 、どこまでも転がっていきます。転がれ転がれ、神様の御心のままに。シンデレラが追いかけていくと、ツムはホラー穴の中に落ちていきました。シンデレラも続いて降りていくと、妖精たちが火に当たっています。妖精の一人がシンデレラに頼みました。頭のしらみを取っておくれよ。いいわ。紙の中に何があるかい？金と銀よ。金と銀がお前にくっつくように。他の妖精たちもガヤガヤ相談して、メイメイがシンデレラに贈り物をしました。美しい馬車をくるみの殻に入れ、月と星と太陽のように輝く3枚のドレス、金の靴、それに髪を金色にする櫛を添え、みんな箱に入れてくれました。穴から出ると羊は一匹残らず集まっているし、7つの糸巻きには糸が紡いであり、焚き木の束もできていました。家へ帰ってシンデレラが髪を溶かすと、金と銀が落ちてきました。お前も言っといで。ママ母は自分の娘に言いました。いやいや出かけていった娘は、牧場へついてツムを落とすと蹴飛ばして唱えました。転がれ転がれ。悪魔の木の住むままに。ホラー穴に降りると妖精が言いました。頭のしらみを取っておくれ。嫌だけど仕方がないね。紙の中に何があるかい？しらみとしらみの卵よ。みんなお前にくっつくように。たちまち娘の頭にはしらみとしらみの卵がたかりました。穴から出ると焚き木の束もなければ、糸も紡いでなく、羊はちりぢりバラバラで呼び戻すこともできません。それからしばらくしてママ母は娘と日曜のミサに出かけることになりました。よそ行きの服に着替えて、私たちの帰るまでにお昼の支度をしておきなさい。この豆でスープを煮ておくのよ。ママ母は留守番のシンデレラにそう言いつけると、灰の中にざーっと豆をぶちまきました。シンデレラは一粒ずつ豆を拾い始めました。でもいつになったら終わることやら。途方に暮れているところへ妖精が現れて言いました。着替えてミサに行っといで。
帰るまでにスープはできているよ。シンデレラは箱を開けました。不思議な櫛で溶かすと、たちまち髪は金髪になりました。月のドレスを着て金の靴を履きました。くるみの殻を開けると、二人のお供のついた立派な6頭立ての馬車が現れました。馬車に乗ったシンデレラは教会へ向かいました。ちょうどその日、王子様も教会へ来ていました。美しいシンデレラに王子様はすっかり見とれてしまいました。ミサの後で話しかけようと思った王子様はあちこちシンデレラを探しました。でもシンデレラは大急ぎで帰ってしまったのでした。シンデレラが家に戻ると、豆のスープはちゃんと煮えていました。次の日曜日、またシンデレラが灰の中に巻かれた豆を拾っていると、妖精が現れました。着替えてミサに行きなさい。帰るまでに片付いているから。シンデレラは髪を溶かし、星のドレスを着て、金の靴を履き、馬車に乗って教会へ向かいました。王子様はミサの間中、シンデレラに見とれていました。王子様は今度こそ逃げられないように見張っていろと家来に命じておいたのですが、シンデレラはいつの間にかいなくなっていました。また日曜になり、シンデレラが灰の中から豆をえり分けていると、妖精が現れてミサに行くように言いました。今度は太陽のドレスを着て出かけました。シンデレラが教会へ入っていくと、あまりみんなが見とれるので、司祭様はお説教を途中でやめなくてはなりませんでした。シンデレラが帰ろうとすると、王子様の8人の家来が後を追いかけてきました。慌てて馬車に乗ったシンデレラは金の靴の片方を落としてしまいました。金の靴を大事に持ち帰った王子様は、この靴のぴったり合う人としか結婚しませんと王様に言いました。国中の娘たちに靴を試してみるんだ。王様は命令を出しました。金の靴の片方を持って王様の家来は国中を探し歩きました。貴族や金持ちの娘たち、商人の娘たち、貧しいガチョウバンの娘たちまで大勢が試してみました。誰一人金の靴を履ける娘はいません。みんな足が大きすぎるか小さすぎたのです。靴を試していない娘はもういないとみんなが思った時です。まだシンデレラの兄弟が残っているわ。シンデレラの家の近所の人が言いました。王様の家来がやってくると、ママ母はシンデレラを大きな樽の並んだ台の下に隠し、自分の娘に靴を履かせてみました。でも靴は小さすぎて合いません。その時、窓の外で鳥が歌いました。ピーピューピー、一番きれいな娘は樽の下。樽の下を見ると、太陽の色のドレスを着て、片足だけ金の靴を履いたシンデレラが現れました。あっけに取られるママ母と娘を後に、シンデレラは馬車に乗って王子様のもとへ向かいました。
王様は大喜びの王子様とシンデレラを早速結婚させましたとさ。二人はいつまでも幸せに暮らしました。もし死んでいなければまだ生きているでしょう。おしまい。